日本には鉄道路線が多数敷かれている。そのうち元国鉄の JR や公営の鉄道路線、第三セクターを除いた私鉄の路線を私鉄と呼ぶ。今回はその私鉄のうち関西地方で鉄道路線を展開する阪急、阪神、京阪、山陽の鉄道路線を1日で全線環状できるのか、本動画でこれを検証していきます。はい、ということで皆様おはようございます。本日は2023年9月2日、時刻は午前5時を回ったところです。私は今、兵庫県姫路市にある山陽姫路駅に来ております。ここ山陽姫路駅から阪急、阪神、京阪、山陽の4つの鉄道会社の鉄道路線を全線環状するチャレンジ旅をスタートしていきます。よろしくお願いします。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さあ、早速チャレンジ旅を始めていきましょう。駅の営業はすでに開始されています。山陽姫路駅は高架駅のため、エスカレーターで上の階に上る必要があります。電光掲示板には乗る予定の列車がすでに表示されていますね。2番乗り場から発車するようです。改札を通りましょう。さあ、電車がやってきました。山陽姫路駅の始発列車は当駅に夜間留置されている列車ではなく、営業列車の折り返しです。本日のトップバッターの列車は山陽電鉄で長く活躍している3000系。所定の位置に停車し、全消灯を消灯。山陽姫路駅を5時12分に発車する普通列車の新海地域です。すぐに列車が発車するようなので、さっさと乗車しましょう。当然ですが未明なので利用者は少ないです。鉄オタならやっぱり座るのは先頭部分ですよね。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。山陽姫路駅を発車。私鉄電車はさすが加速力がいいです。分岐器を低速で通過。そしてすぐに JR 山陽本線と山陽新幹線の下をアンダーパスします。さて、列車はすぐに下車駅に到着します。駅の手前で列車は左へ急カーブ。次に乗る列車が駅の真ん中に停車しています。列車から下車。降りたのは鹿間駅です。すぐにホーム反対側の列車に乗り換えます。山陽電鉄本線の攻略を一旦打ち切って、網干線の攻略開始。鹿間駅を5時19分に発車する普通列車の山陽網干行きです。ドアが閉まったらすぐに発車。分岐器を通過して網干線に入線します。さて、網干線は山陽電鉄本線から分岐する支線です。鹿間駅発車後は勾配を上り、高架区間を走行します。そのため車窓は大変見晴らしが良いです。列車は夢前川を横断。そして目の前の場内信号が警戒現時になっています。慎重に駅ホームに進入して停車。お客様にお知らせします。電車の待ち合わせをします。ということで反対側から電車がやってきました。反対方向の列車も山陽電鉄の最新電車6000系です。信号が切り替わってから扉を閉めるのが早い。このスピーディーさは私鉄ならでは。夢前川駅を去ります。そして目的地に到着しました。終点の山陽網干駅です。これで山陽網干線を全線攻略しました。今回の旅で最初の全線制覇路線です。ここで改札を通過します。終点駅で折り返すのだから当然ですね。そして次は Suica ではなく紙の切符を購入します。
買ったのは網干駅から840円の切符です。その切符を早速改札機に投入。折り返し乗ってきた列車に乗車します。山陽網干駅を5時42分に発車する普通列車の鹿間行きです。ちなみに反対側には3000系が停車しています。網干線は半自動ドアなので手動でドア開閉。皆様、本日は山陽電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は鹿間行きです。姫路、明石、神戸、大阪方面へお越しのお客様は鹿までお乗り換えください。発車までしばらくお待ちください。姫路、明石、神戸、大阪方面。放送を中断して山陽網干駅を発車。鹿間駅に戻ります。さあ、列車は天満駅に到着です。大阪にある天満駅ではありません。ここで反対方向の列車と行き違い。そして西鹿間駅でも行き違い。単線の路線であるにもかかわらず、早朝から列車の本数が多いです。西鹿間駅の駅名標を撮影。乗降が終わったらさっさと扉を閉めます。列車は鹿間駅に到着します。下り本線をまたいで再び真ん中の線路に入線。鹿間駅に到着。これで網干線の往復が完了しました。駅名標を記念撮影。そしてお世話になった車両を撮影します。ありがとうございました。さあ、網干線を攻略してようやく本格的に山陽電鉄本線を攻略します。乗り換え時間5分で特急電車がやってきました。鹿間駅の発車時刻は6時4分です。鹿間駅を発車。しばらく乗り換えもなくゆったり移動できる予定です。さあ、特急電車は軽快に走行してトンネルを通過します。この特急電車は山陽電鉄の主力列車であり、多くの利用者がこの特急電車で最寄り駅から姫路や明石などへ移動します。車窓は主に住宅街が連続します。それだけ沿線人口が多い証拠。電車は最初の停車駅、大塩駅に到着です。この駅はつい最近リニューアルされました。リニューアル前はホームが特急電車の長さに満たなかったため、後ろ1両のドアが開かない、いわゆるドアカットをしていました。駅舎が強靭化したことでホームが伸ばせるようになり、現在はドアカットせず、すべての扉が開きます。大塩駅に到着。ここで普通列車を追い抜きます。大塩駅を発車。この駅の発展はまだまだ続きます。さて次は高砂駅です。駅名の通り高砂市の中心駅です。当駅は高架化の構想があります。高砂駅に到着。少しずつ利用者が増えていきます。ちなみに隣に停車している電車はまだ営業を開始していません。駅を発車するとすぐに加古川を横断します。だいぶ下流の方で横断するので川幅が広いです。さあ、加古川を横断したら再び特急らしい速度で走行します。列車の速度は時速105キロ。十分速いです。しばらくすると山陽新幹線と並行するようになります。まだ6時を回ってすぐなので、さすがにあちらの列車と遭遇するのは稀です。そして間もなく東二見駅です。駅の手前では山陽電鉄の総本山である東二見車両基地があります。列車は3番乗り場に到着。ここで乗務員交代が行われます。東二見駅に到着。まだ車内は混雑していません。すぐに扉が閉まります。東二見駅を発車。東二見駅からは長い直線が続きます。富士駅も高速で通過。しばらくすると高架区間に入ります。
この区間は2015年に高架化されました。進行方向左手より線路が合流、 JR 神戸線です。列車は山陽明石駅に到着。駅名の通り明石市の山陽電鉄側の中心駅です。当駅で多くの利用者が JR 線に乗り換えるのですが、今回は下車客は少なめでした。私は私鉄路線制覇の旅をしているので、ここで下車はしません。山陽電鉄の車内から JR 明石駅の駅名標が見えます。山陽明石駅を発車。さあ、山陽明石駅からは JR 線と並走するようになります。 JR 線が複々線となっているため、山陽電鉄線と合わせて三複線のように見えます。そして進行方向右側を見ると海、遠くに明石海峡大橋が見えますね。列車はしばらくして勾配を上り左へカーブ。 JR 神戸線を4本丸ごとオーバーパスします。列車は舞子公園駅に到着です。ここで明石海峡大橋を通る高速バスと乗り換えできます。やはりここで降りる人がいますね。舞子公園駅を発車。巨大な明石海峡大橋の下をくぐります。列車は舞子公園駅を出るとすぐに霞ヶ丘駅を通過します。山陽電鉄線は JR 神戸線より山側を通ります。高台を通るため見晴らしは大変良いです。列車は滝の茶屋駅に到着。通常の直通特急は滝の茶屋駅に停車しませんが、朝の上りと夕方以降の下りの便は当駅に停車します。反対方向の特急列車が滝の茶屋駅を通過。そしてこちらは発車します。しばらくすると JR 神戸線の普通列車と並走しました。あちらは塩谷駅に停車するので減速します。さあ、列車は山陽須磨駅に到着です。当駅止まりの列車も存在する主要駅です。ここで普通列車と接続、乗り換えができます。山陽須磨駅を発車。山陽須磨駅から先も快速運転。ただしカーブが厳しいので低速で走行します。列車は住宅の合間を走行。そして東須磨駅を通過します。この駅から勾配を下り地下区間に入ります。そのまま板宿駅に到着。ここで神戸市営地下鉄西神山手線と乗り換えできます。少しずつ乗客が増えていきます。さあ、列車は板宿駅を発車して西台駅を通過しています。これで山陽電鉄本線を全線環状しました。そして同時に山陽電鉄の路線を全制覇しました。まず1社目制覇です。列車はそのまま阪神神戸高速線に入線します。ここからは通常の乗車券ではなく、阪急阪神ワンデーパスというフリー切符を使用します。大人1600円で阪急線と阪神線を1日乗り放題になります。さあ、場内信号が警戒信号です。カメラをズームアップすると遠くに駅を発車する電車が見えます。列車は新海地駅に到着。当駅から列車の本数が増えます。新海地駅では神戸電鉄線と乗り換え可能。しかし乗り換えずに乗り続けます。次は高速神戸駅です。わずか600メートルの短い区間ですが、阪急電車もこの区間に乗り入れるため、ダイヤ作成者にとってはここがネックとなっているようです。高速神戸駅の手前で線路が複雑に分岐。当駅で阪神線と阪急線が分岐します。高速神戸駅に到着。阪急線は後で攻略します。
列車の扉が閉まります。高速神戸駅の次は元町駅に到着します。ここで阪神神戸高速線は終わり。これで阪神神戸高速線を全線完乗しました。4路線ある阪神線の中で最初の制覇路線です。元町です。次は神戸三宮に停まります。大阪梅田駅直通特急です。扉が閉まります。ご注意ください。元町駅からは阪神本線に入線します。元町駅は阪神本線の終着駅として列車が折り返していたため、シーサスクロッシングを分岐側に通過します。編成全体が分岐器を通過しきるまでは低速での走行を強いられます。そして列車は一駅進んで神戸三宮駅に到着です。言わずもがな、兵庫県で最も栄えているであろう神戸市の中心地です。ここで地下鉄線やポートアイランド線など乗り換えが可能なため、当駅での乗降客が非常に多いです。神戸市の大ターミナルですが乗り換えません。このまま直通特急に乗り続けます。利用者の多い駅ではしっかりホームドアが設置されていますね。神戸三宮駅を発車。ここからは阪神本線を快速運転します。近く間にある駅もご覧の通り通過。今通過した春日の道駅はかつて上下本線の間にホームがありました。非常に狭いホームとして危険だったため、両側にホームを新設して安全を確保。すでにホームが19メートル車6両分となったので、ドアカットも廃止されました。しばらくすると列車は地上区間に復帰します。そのまま勾配を登って高架区間へ。勾配を登ったらすぐに大石駅通過。ここから御影駅まで直線が続きます。列車は石屋川の車庫の脇を通過。電車が多数停車しています。さあ電車は分岐器を分岐側に通過しました。御影駅に到着です。当駅は戦前の1929年に高架化されましたが、その影響からか非常にホームが狭く、狭い土地でやりくりしているのが見受けられます。個人的には用地買収してでもホーム拡幅、21メートル車8両対応に拡張してほしいところですが、まあ鉄道会社にそれを期待しても無駄でしょうね。そしてその御影駅も無事発車。編成全体がカーブを抜け切るまで本格的な加速はできません。ちなみに御影駅発車後は立ち客が発生し始めていました。車内が混雑してくると取れるアングルが限られてきます。列車は次に魚崎駅に到着です。ここで六甲アイランド線に乗り換え可能です。この駅のホームは21メートル車8両分の長さがあります。さて魚崎駅発車後も高架区間が続きます。阪神本線は全体の 90% が立体交差化しており、長い歴史を持つ大手私鉄の路線としては道路交通との親和性が非常に高くなっています。列車は芦屋駅に到着です。この芦屋駅は地上駅。芦屋市内は阪神本線の中で唯一踏切がまとまって残存している区間となっています。この区間の高架化予定はありません。芦屋市を抜けると再び高架区間に突入。列車は西宮駅に到着します。この駅は朝ラッシュに運転される区間特急以外のすべての列車が停車します。西宮駅の次は甲子園駅。野球好きなら知らぬ者はいないであろう甲子園球場の最寄り駅です。この駅はリニューアル工事が行われた際に白球をイメージしたドーム屋根が設置されました。甲子園駅を出ると向こう側を横断します。それと同時に向こう側駅を通過。向こう側駅は川の上に旅客駅があるという珍しい駅です。しばらくして列車の速度が落ちてきました。列車が詰まってきて速度を落とさざるを得なくなってきています。しかし前方の列車が無事対比線に入ったため、そのまま尼崎駅に到着しました。ここで各駅停車と接続します。さらに当駅で阪神難波線に乗り換え可能です。
その阪神難波線は後で攻略。先に阪神本線の全線環状を目指します。尼崎駅を発車。阪神難波線の列車と同時に発車しました。阪神線で唯一の複々線区間、並走バトルをします。ちなみに右の列車は近鉄所有の6両編成です。こちらが19メートル車6両であるのに対し、あちらは21メートル車6両。直通特急より普通列車の方が編成が長いという不可思議な状況が起こっています。なかなかのデッドヒート具合ですね。大物駅を通過すると阪神難波線とはお別れ。攻略対象の路線なので後で絶対乗りに行きます。さあ列車は千船駅を通過。ここでも各駅停車を追い越し、姫川駅を通過すると大阪の大河川淀川を横断します。大変立派な鉄橋で比較的静かに通過します。列車は野田駅を通過。ここから線路は一気に高度を下げていきます。その途中で JR 大阪環状線をアンダーパス。そのままジェットコースターのように地下区間に突入します。梅田、大阪梅田終点です。阪急線、地下鉄、JR 線ご利用の方はお乗り換えください。お忘れ物ないようご注意ください。出口は右側です。本日は阪神電車をご利用くださいましてありがとうございました。大阪梅田終点です。さあ終点の大阪梅田駅です。阪神線の大阪梅田駅はリニューアル工事が行われ、線路配線の変更によりホームが拡幅されたほか、内装が微装化されホームドアも設置されました。その大阪梅田駅に無事到着。列車から下車しました。鹿間駅から89分、長い乗車でした。これで阪神の主力路線阪神本線を全線環状、阪神線を2路線制覇しました。阪神線は残り2路線残っています。そして改札を通過ではなく来た道を折り返します。阪神電車を象徴する電車ジェットカー。後ろから迫り来る速達列車から逃げ切るため、加減速性能を極限まで高めた伝統の青の帯をまとった電車です。大阪梅田駅を普通列車として7時44分に発車します。乗り遅れないようにすぐに乗車。出発時刻になったので扉が閉まります。大阪梅田駅を発車。わずか11分の滞在でした。さて大阪梅田駅を出て最初の停車駅は福島駅です。福島駅に到着。ここで下車します。電車を見送る余裕はないのでさっさとエスカレーターを上りましょう。福島駅は利用者が少ないので駅構内は閑散としています。改札を通過。一旦阪神線から離れます。3番出口から地上に出ましょう。さあ地上に出てきました。ここからしばらく歩きます。さて大阪といえば水の都として有名です。大阪には淀川という大河川の他に多数の水路が存在します。これら水路が大阪の巨大な経済圏を形成する助けになったであろうことは想像に難くありません。目的地に向かうまでの間に橋で水路を1回渡ります。ちなみに道中にはご覧の通り道路の真ん中で工事しているのが見えます。こちらの工事は関西鉄道ファンなら誰もが知っているなにわ筋線の建設工事です。ここに新駅が設置予定となっています。さあ目的地の入り口に到着しました。京阪電車の中之島駅です。長い階段を降りていきます。誰もいないコンコースをひたすら歩く。改札口に無事到着です。今回は京阪電車を大阪、京都1日観光チケットを使って利用します。事前にネット上で乗車券を購入しておき、駅員にスマホの画面を見せてフリー切符を受け取ります。はい、ということでこちらが京阪電車のフリー切符。改札を通過します。
無事に中に入ることができました。そして余裕を持って目的の電車に乗ることに成功です。中之島駅を8時3分に発車する普通列車の茅島行きです。中之島線は利用者の多い路線ではないので、乗客は当然少なめ。発車時刻となりましたので、列車の扉が閉まります。中之島駅を発車。使用されていない2番線を見ながら出発です。さて、中之島線は2008年に開業した京阪線の中で最も新しい路線です。1990年代のバブル崩壊以降、利用者減少に歯止めのかからない京阪線を復活させる起爆剤として期待されました。しかし開業後、思うように利用客数が伸びず、現在は普通列車による運行が大半となっています。先ほどご覧いただいたように、京阪中之島駅のすぐ近くになにわ筋線の中之島駅が設置予定であり、今後は京阪線沿線から関西空港へのアクセス路線として期待されています。さあ、目的地に到着しました。列車から下車。降り立ったのは天満橋駅です。これで京阪中之島線を全線完乗しました。8路線ある京阪線の中で最初の制覇路線です。さて、コンコースを歩いて別のホームに移動します。まだ電車は来ていません。まあ、京阪線は運行頻度が高いので、ほどなくして電車がやってくるでしょう。電車がやってきました。天満橋駅を8時13分に発車する特急淀屋橋行きです。使用車両は特急専用車両の8000系。側面に扉が2つしかない京阪の看板列車です。天満橋駅からわずか4分で終点に到着です。列車から下車、淀屋橋駅に無事到着です。到着と同時に快速急行が発車。まあ乗れないだろうと最初から考えていたので、乗れなくても問題ありません。天満橋駅から乗ってきた電車に折り返し乗車しましょう。先頭車両まで移動します。ちなみに折り返しの列車は淀屋橋駅を8時30分に発車する特急の出町柳行きです。到着直後の車内はガラガラ。休日の午前中なので仕方ないというところでしょうか。座席は先頭座席を確保。やったぜ。さて、特急は折り返し時間が長めに確保されています。後からやってきた列車が準急として先に発車していきます。まもなく電車が通過します。黄色い線までお下がりください。電車が通過します。黄色い線までお下がりください。ということで、路線の終端であるにもかかわらず、電車通過のアナウンスを聞くことができます。ご覧の通り、準急列車が1番線を通過。そして4番線に到着します。京阪淀屋橋駅はご覧の通り、縦列停車が可能な構造になっています。しかし、京阪中之島線の開業や、そもそもの需要の低下により、列車本数が減少したため、現在は縦列停車することがほぼなくなりました。さあ、出発時刻になりました。扉が閉まります。淀屋橋駅を発車。京阪本線攻略開始。さて、ものの数分で天満橋駅に到着です。ここから先が未乗区間になります。天満橋駅を発車後すぐに地下区間を脱出します。地上に上がったらすぐに水路を横断。さらに複々線が線路別複々線から方向別複々線に切り替わるため、こちらの線路が中之島線直通の2本の線路をオーバーパスします。オーバーパスが完了すると一番左側の線路へ。さあ、場内信号が分岐側に注意現示。シーサスクロッシングで隣の線路に転線します。
列車は京橋駅に到着。当駅は JR 線など多数の路線に乗り換え可能なため、乗降客が非常に多く、安全確保のためにホームドアが設置されています。京橋駅に無事停車。しばらくして出発信号が進行現時に切り替わります。はい、切り替わりました。京橋駅を発車。ここからが京阪特急の本領発揮区間。発車後すぐに大阪環状線をまたぎます。おはようございます。この電車は特急京都出町柳行きです。次は枚方市です。片野線はお乗り換えです。枚方市の次は葛葉に停まります。さあ、いよいよ始まった感のある京阪線攻略。急カーブを抜けたら再加速しますが、それと同時に大阪東線をくぐります。ちょうどよく221系が来てくれました。ナイスタイミング。この電車の6号車はプレミアムカーです。乗車券の他にプレミアムカー券が必要です。ということで、この列車にはプレミアムカーという座席指定車両が連結されています。こちらがプレミアムカーの車内。チャレンジ旅当日とは別日に撮影したものですが、内装は大変ゴージャスな雰囲気を漂わせています。4、500円追加料金を支払うことで確実に座って移動できるので、京阪電車に乗る機会があればぜひ乗ることをお勧めします。さて、列車はぐんぐん加速して時速100キロを超えました。列車は京阪ご自慢の複々線区間を回走します。観光線を走行する普通列車を見つけました。普通列車は駅に停車。そしてすぐ横を爽快感抜群でパスしていきます。さあ、列車は守口市駅を通過します。準急や急行も停車する駅ですが、特急は停車しません。門真駅付近で再び普通列車を追い越し。やはり追い越しは気持ちがいいですな。優越感がたまらん。ちなみに守口市駅から先は戦後に高架複々線された区間なので、見晴らしもいいです。見応え抜群で最高の区間ですね。さあ、電車は茅島駅を通過します。ここで京阪線の複々線区間は終了です。両側の線路は車庫線となり、地上へ降りていきます。そして寝屋川車庫の脇を通過。複数ある京阪の車両基地のうち、総本山といえる基地で多くの車両が留置されているのが見えます。ちなみに車庫との入出庫線は営業線と立体交差となっています。非常に電車の出し入れがしやすくなっているだけでなく、両方向に入出庫可能な配線となっているので、ダイヤ作成に大変優しい構造と言えます。さあ、寝屋川市駅を通過してしばらくすると線路が地上に降りてきます。まもなく郡園駅ですが、この付近は踏切が多数残存し、道路交通を支障していることから高架化工事が行われています。郡園駅で先行していた列車を追い越し、再び高架区間に入りました。10分以上走り続けてようやく停車駅です。大阪とは逆方向でも乗ろうとする利用者が多いですね。さすが特急列車といったところでしょうか。枚方市駅に無事到着。駅名標を記念撮影します。乗り換え時間に余裕があるので列車を見送りましょう。終点の出町柳駅までどうか無事に行ってらっしゃい。さて、枚方市駅から伸びる別の路線に乗りに行きましょうか。階段を降ります。次の列車は5、6番線から出発します。京阪本線の攻略を途中で打ち切って攻略するのは京阪片野線です。
京阪電車の最新車両1万3000系の4両編成に乗車します。枚方市駅を9時1分に発車する普通列車の記載地域です。車内に人は少なめ、空席が存在します。出発信号が進行現時に切り替わりました。扉が閉まります。枚方市駅を発車、京阪片野線攻略開始です。発車後はすぐに右に急カーブします。カーブを曲がりきった後にシーサスクロッシング、左の線路に転線します。川を横断しながら再加速、記載地駅を目指します。さて、片野線は枚方市駅から記載地駅までを結ぶ全長 6.9km の鉄道路線です。路線長が短く、追い越し設備などは存在しないため、普通列車のみが行き交っています。路線の性格的には本線から分岐する通勤枝線という要素が強い印象です。さあ、列車は JR 学研都市線の上を横断、河内森駅に到着です。当駅から250メートルほど北のところに JR の河内岩船駅があり、乗り換えが可能です。ちょうどよく反対方向の列車がやってきましたね。絵になるな。さあ、間もなく終点の記載地駅です。場内信号は分岐側に注意現時。終点駅としては珍しい2面2線構造となっています。記載地駅に無事到着。ここまで連れてきてくれた列車を記念撮影。これで京阪片野線を全線完乗。京阪線としては2路線目の制覇路線となりました。そして折り返し同じ列車で来た道を戻ります。わずか10分で記載地駅とおさらば。発車時刻は9時24分です。記載地駅を発車。さっきの工程を逆再生します。さあ、わずか13分で枚方市駅に戻ってきました。行き止まり式の6番線に入線します。枚方市駅に無事到着。これで片野線の往復完了です。さあ、次の電車に乗り換えましょう。階段を降ります。次は中所島三条出町柳方面の電車です。さあ、電車が到着しました。2番線に入線してきます。枚方市駅を9時44分に発車する急行の出町柳行きです。ちなみになぜ対比線の2番線に入線してきたかというと、通過列車があったからですね。京橋七条間をノンストップで運転する快速特急です。進路開通、扉が閉まります。枚方市駅を発車。逆関東の分岐器のため超低速で本線に復帰します。さて、電車は急カーブを高速で通過していきます。ちなみに京阪電車の車内には成田山のお守りがあります。安全祈願というところでしょうかね。さあ、列車は葛葉駅に到着です。ここで普通列車を1本追い抜きます。葛葉駅を出たら引き続き淀川に沿って走行。すれ違う列車の本数が多いですね。さあ、枚方市駅から10分で下車駅に到着です。ということで、またまた途中で京阪本線の攻略打ち切りです。岩清水八幡宮駅で下車します。駅構内はそれなりに年季が入っていますね。ここで改札を通過。ここからはケーブルカーに乗車します。今回のチャレンジ旅では工作線も攻略対象なので当然乗る必要があります。改札はフリー切符で通過できます。フリー切符で乗れるならぜひ乗っておかないとね。ということで10時ちょうど発の便に乗車します。ちなみに2019年にリニューアルされましたので車両はピカピカです。この階段を上らないといけないのがいかにもケーブルカーですね。扉閉まります。ご注意ください。扉閉まります。
さあケーブルカーが出発しました。存分に楽しんでいきます。さて急勾配を登っていくことが側面からの展望からわかるでしょうか。この普通では見られない急勾配がケーブルカーの醍醐味です。線路が二手に分かれ、頂上からのケーブルカーと行き違います。トンネル内で行き違うというのもなかなか珍しいのではないでしょうか。ケーブルカーからの景色はめちゃくちゃいいですね。さあものの3分で頂上に到着です。ケーブル八幡宮三条駅に無事到着。これで京阪工作線を乗り潰しました。3路線目の制覇路線です。さて到着したら早速石清水八幡宮を参拝と行きたいところですが、時間がないのでさっさと折り返します。とりあえず駅周辺だけでも撮影しますか。山の中なのでだいぶ涼しいですが、セミの大合唱がうるさい。ここから展望台へ登っていけるようですね。看板が立っています。この山に生息している野鳥も紹介していますね。雰囲気は大変良き。さあケーブルカーに戻りますか。ケーブルカーから降りるときに駅名標を撮影していなかったので、ここで撮影。10時15分発の便で来た道を戻ります。帰りの便もしっかり利用者がいるのが興味深いですね。午前中の便なので私だけだと思ってました。三条駅を発車。美しい景色を見ながらまた戻ります。いやはや素晴らしい景色ですね。この景色だけでもケーブルカーに乗る価値がありますよ。山をガンガン下っていきます。さあ麓の駅に到着しました。楽しかったケーブルカー往復もこれでおしまい。ケーブルカーから下車。これで京阪工作線の往復完了です。フリー切符を通して改札から出ましょう。お世話になりました。ありがとうございました。さあもう一回改札を通過します。次の列車は2番線。ホームに上がると同時に電車が通過していきました。石清水八幡宮駅には最速達種別は停車しないので、頻繁に駅を通過する光景が見られます。多分レールをきしませながら通過してますね。急カーブ上にある駅なので甲高い音がします。2番線の電車は急行出町柳行きです。次の停車駅は中所島です。ということでまた急行に乗車します。そう何度も遭遇する種別ではないんですけどね。石清水八幡宮駅の発車時刻は10時24分です。石清水八幡宮駅を発車。駅を発車したらすぐに大河川を2度横断します。まず横断するのは三重県から流れる木津川です。続いて横断するのは宇治川。京都府内では宇治川と呼ばれますが、大阪府内では淀川、滋賀県内では瀬田川と呼ばれます。そして宇治川を横断すると車両基地の真ん中を通ります。こちらの車庫は淀車庫と呼ばれます。淀車庫は寝屋川車庫と並ぶ巨大な車庫で、かつて存在した深草車庫の代替として建設されました。こちらの淀車庫も寝屋川車庫と同様に営業線と車庫線が立体交差になっており、車両の出し入れが非常にしやすくなっています。淀車庫を抜けると線路が4本並びます。両側の線路は車庫線であり、まるで複々線かのように淀駅まで続いています。そしてその淀駅を通過。この淀駅は地上駅から高架駅へと改良され、2013年に工事が完了しました。さあ石清水八幡宮駅から2駅、9分かかって主要駅に到着です。列車から下車。降り立ったのは
中所島駅です。乗り換え時間に余裕があるので列車の前面を撮影。ありがとうございました。さて、中所島駅には本線から分岐する別の路線が存在します。コンコースには誰もいません。そんなに人がいないイメージはないのですが、まあとりあえず目的の電車には乗車できましたね。京阪宇治線の攻略を開始します。中所島駅を10時41分に発車する普通列車の宇治行きです。出発信号が進行現時に切り替わりました。扉が閉まります。中所島駅を発車。京阪本線が左手方向に分かれていきます。発車直後は分岐器を分岐側に通過。制限速度は驚異の時速 15km。 めちゃくちゃ遅い。対向列車がこちらの列車を待っていました。待たせてしまってすまない。すぐに宇治川に架かる関越橋をパスしながら関越橋駅に到着です。さて、京阪宇治線は路線名の通り宇治へ至る路線です。 JR 奈良線と並行するため、かつては乗客獲得のためバチバチに競争をしていました。現在は4両編成の普通列車のみ中所島駅と宇治駅を行ったり来たりするだけになっています。列車は大場駅に到着。カメラをズームアップして左前方に見えるのが JR 奈良線です。大場駅を発車すると線路が4本並びます。まるで複々線に見えますが、それぞれ別の会社が管轄しています。さあ、列車は終点の宇治駅に到着します。分岐器を分岐側に通過。車止めのギリギリ手前まで進んで停車します。終点の宇治駅に無事到着しました。宇治駅の駅名標を記念撮影。これで京阪宇治線を全線完乗しました。京阪線を4路線制覇です。宇治駅到着後4分で折り返し、11時ちょうど発の電車で中所島に戻ります。京阪宇治駅を発車。さあ、来た時と同じ15分かけて中所島駅に戻ってきました。京阪宇治線の往復完了です。タイミングよく大阪方面の特急が到着し、多くの人が乗り換えていきます。当方は京都方面の列車に乗りに行きます。コンコースを上り下りするのは鉄道旅の定番。さあ、乗り換え時間7分で次に乗る電車が到着です。中所島駅を11時22分に発車する特急の出町柳行きです。少し長めに停車して扉が閉まります。中所島駅を発車。ものの3分で次の停車駅に到着です。ここで先行の準急列車を追い越します。列車は丹波橋駅に到着。近鉄線と乗り換え可能ですが、攻略対象ではないのでそのまま乗り続けます。丹波橋駅を発車したらすぐに近鉄線をオーバーパス。龍谷大前深草駅を通過。少し前まで深草駅でしたが、駅名が長くなりました。そして伏見稲荷駅を通過。駅名の通り伏見稲荷大社の最寄り駅で、特急通過駅ながら利用者が非常に多いです。鳥羽街道駅を通過すると JR 奈良線をオーバーパス。東福寺駅を通過。JR 奈良線に乗り換え可能ですが、ホームが7両分しかないため8両編成の特急が停車できません。 JR 線の下を通ります。そして地下区間に突入していきます。電車は祇園四条駅に到着しました。徒歩圏内に阪急京都線の京都河原町駅があります。祇園四条駅の駅名標を撮影。阪急京都線は攻略対象路線ですが、乗り換えせずそのまま乗り続けます。祇園四条駅を発車。祇園四条駅の次は京都市内の主要ターミナル駅三条駅に到着します。目の前に準急電車が停車しているので、分岐器を分岐側に通過。これで何度もぶつ切りしてきた京阪本線をようやく全線完乗しました。
京阪線の中では5路線目の制覇路線です。到着と同時に対向の快速急行が到着しました。特急列車は赤と黄色の8000系が使われるのに対し、快速急行は青と白の3000系が使用されます。三条駅を発車。三条駅からは応答線に入線します。この応答線は京阪本線の七条三条間が地下化してから2年後の1989年に開業しました。京阪本線を三条駅から出町柳駅まで延長する形で路線が建設され、この路線によって叡山電鉄線との乗り換えが容易になりました。さあ、三条駅からわずか3分で終点の出町柳駅に到着です。路線長が 2.3km と非常に短い応答線ですが、そのわずかな区間が京都市の交通に多大な恩恵を与えています。ということで、無事出町柳駅に到着。これで応答線を全線完乗しました。そして京阪線系統を全線完乗です。さて、乗ってきた電車は出町柳駅到着後回送電車となります。カメラをホーム反対側に移しまして、やってきた別の8000系が折り返しの営業列車、出町柳駅を11時46分に発車する特急の淀屋橋行きです。先に回送列車が発車していきます。こちらはダブルデッカー車に乗車しましょうか。言い忘れていましたが、この8000系にはプレミアムカーの他に2階建て車両も連結されています。なかなか見晴らしがいいですね。出町柳駅を発車。次の停車駅の三条駅で下車します。階段を上りましょう。コンコース内はそれほど混雑していませんね。改札を通過します。さあ、こちらが三条駅。京都市の中心部なので人がいくらかいます。三条駅からは地下道を歩いていきます。地下鉄切符売り場に到着。ここで地下鉄の切符を購入します。お金を投入して切符を購入。早速買った切符を使って改札を通過します。エスカレーターで1段下ってまたエスカレーター。地下鉄ホームに到着しました。京都市営地下鉄東西線を利用します。京都市営地下鉄東西線では全駅でフルスクリーンタイプのホームドアが整備されています。電車がやってきました。三条京阪駅を12時ちょうどに発車する琵琶湖浜大津行きです。車内は混雑しています。立って移動するしかないですね。三条京阪駅を発車。少し進んで三笠駅に到着です。この駅で地下鉄東西線からある路線が分岐しています。三笠駅の駅名標を撮影。この駅から京阪電気鉄道が管轄する路線が伸びています。出発信号は進行現時。乗務員交代が完了し、扉が閉まります。三笠駅を発車。京阪京神線の攻略開始です。まずは比較的新しいトンネル区間を走行します。そしてしばらくして地上に復帰。ここからが路線開業時からある部分です。進行方向右側には JR 線、その下をくぐります。ということで今走行している京阪京神線は京都府と滋賀県をまたぐ鉄道路線です。かつては三条駅まで路線が伸びていましたが、ここまでご覧いただいた通り地下鉄東西線乗り入れ開始によって三条三笠間が廃止されました。京阪山科駅に到着。ここで JR 線と地下鉄東西線六地蔵方面と乗り換えてきます。京阪京神線で使用される800系の運転台。ハンドルがごっついです。列車は篠宮駅に到着。ここに京阪京神線向けの車庫、篠宮車庫があります。篠宮駅を発車。狭い土地をやりくりするため営業線側が分岐側に線路が分岐しています。さあ、電車は厳しい勾配を上り続けます。京阪京神線は大阪山を越えるいわゆる山越えの路線のため、
峠に至るまで上り坂を上り続けます。そしてその上り勾配が大変厳しく、最大で67%ミル、水平方向 1000m で67mも高さが変化する坂が存在します。大谷駅に到着。日本にある駅の中で最も急な勾配上にある駅です。ウィキペディアの画像を引用しますが、ご覧の通り水平に設置されている看板やベンチに対してホームが斜めになっているのが分かります。ベンチの橋脚なんかは足の長さが左右で違いますね。大谷駅を発車してすぐのところで上り勾配が終了し、左カーブしながら下り勾配に逆転します。トンネル区間に突入。このトンネルの長さをできる限り短くするために今まで急勾配を頑張って登っていました。トンネル内は下り勾配、そしてトンネルを抜けてすぐに左へ直角カーブします。制限速度は時速 20km。 下り勾配の後のこのカーブは鬼畜ですね。よくも事故せずに通過できるものだなぁと感心させられます。ちなみにここから急カーブが続きます。カーブの最小曲線半径は 40m とのこと。側面の窓から後方を覗くと後ろに車両が連なっているのが分かります。さあここまで地下鉄区間、急勾配、急カーブと続いてきましたが、最後に驚かされるのがこちらになります。琵琶湖浜大津駅の手前から併用軌道になります。信号機が路面電車のそれですね。進行ゲージが表示されているので道路の真ん中へと突入していきます。石山坂本のお客様にお願いいたします。車内美化のため新聞、雑誌や空き缶、ペットボトルなど。はい、ということで併用軌道区間に入りました。カメラで全面展望を映している限りはただ路面電車に乗っているだけのように見えますが、実際は4両編成の長い列車が道路の真ん中をぶち抜いています。そう聞くと異常さがお分かりいただけるのではないでしょうか。さあ間もなく琵琶湖浜大津駅です。駅の手前で交差点を右折します。右折が完了してすぐに終点駅があります。これで京阪京神線を全線環状しました。京阪電気鉄道が管轄している路線で未上の路線はあと1路線だけです。乗ってきた電車は引き上げ線に回送されていきました。そしてホーム反対側に石山坂本線の電車が到着します。琵琶湖浜大津駅から2方向路線が伸びていますが、まずは北へ向かいます。琵琶湖浜大津駅を12時26分に発車する坂本比叡山口行きです。響けユーフォニアムのラッピングがなされていますね。主要駅だけあって乗降客は多め、車内はかなり混雑しています。ということで撮影は困難。琵琶湖浜大津駅から少し進んで京阪大津京駅に到着しました。ここで人がどっと降りて車内が一気に空きます。空席が出るレベルにまでなってしまいましたね。京阪大津京駅までが石山坂本線の小悪間のようです。はい、ということで終点の坂本比叡山口駅に到着しました。駅名標を記念撮影。結構な人数が終点で降りていきました。しっかり利用者がいる証拠。こちらは改札を通らず同じ列車で折り返します。坂本比叡山口駅を12時49分に発車する石山寺行きです。そういえば言い忘れていましたが、今回大津線系統を攻略するにあたってフリー切符を事前購入しています。琵琶湖1日観光チケット。大人700円で三笠駅を除く大津線の主要駅で事前購入可能です。基本的には JR 線と接続している駅で買うのがベターでしょう。ということで改札を通ることなく発車時刻になりました。扉が閉まります。坂本比叡山口駅を発車。これからが石山坂本線の本格攻略です。まずは制限速度15キロのきつめのシーサスクロッシングを通過します。さて石山坂本線は石山寺駅から
坂本比叡山口駅までを結ぶ軌道路線です。大半が専用軌道ですが、ごくわずかに併用軌道が存在します。列車本数は非常に多く、石山寺駅から近江神宮前駅までは10分に1本、そして近江神宮前駅から坂本比叡山口駅までは20分に1本運行されています。そして関西地方の路線らしく難読駅名もバッチリあります。あの駅なんかはまさにそうですね。さて列車は見晴らしの良い区間を進んでいきます。しばらくして進行方向左側に車庫が見えました。石山坂本線と京神線の車両を管理する西郡車庫です。そして近江神宮前駅に到着。ここで乗務員交代が行われます。近江神宮前駅からは列車本数も倍増。一駅進んで京阪大津京駅です。ここで JR 湖西線に乗り換え可能です。やはりここで多くの人が下車していきますね。それだけ京都に行こうとする人が多いということでしょう。列車は三井寺駅に到着。琵琶湖浜大津駅より一駅手前ですが、ここから併用軌道に入ります。三井寺駅を出発、道路上を電車が走行します。そして併用軌道区間では撮り鉄の方が多数いらっしゃいました。この電車が響けユーフォニアムのラッピング車両だからでしょうか。ラッピングをすることで経済効果が出ているのを初めて見た気がします。やはやカメラを向ける人が多いですね。さあ、琵琶湖浜大津駅手前の交差点まで来ました。京神線の線路と合流、琵琶湖浜大津駅に到着です。ここでまた乗客が増えてきました。琵琶湖浜大津駅を発車。ここからがこの列車での攻略区間となります。引き上げ線を複数通過。さて進行方向右側に JR 線が見えるようになりました。京阪是々駅に到着です。ここで JR 琵琶湖線に乗り換え可能です。もちろんここで下車はしませんよ。さあ列車はしばらくして JR 線を横断します。左カーブして JR 線と並行。そして京阪石山駅に到着です。ここで多数下車していきます。石山駅は新快速電車も停車するので、乗り換えするならこちらですね。京阪石山駅を発車。道路を直角に横断するため S 字カーブが連続します。カーブを抜け切ったら再加速。東海道新幹線と名神高速道路の下をくぐります。そして終点の石山寺駅です。駅の手前でシーサスクロッシングを分岐側に通過。車止めのギリギリ手前まで進んで停車します。石山寺駅に無事到着。これで石山坂本線を全線環状しました。この石山坂本線環状をもって京阪電気鉄道が管轄している路線を全線制覇です。2社目の制覇会社となりました。ここまで連れてきてくれた電車を記念撮影。しかし石山寺駅は京阪線以外に乗り換え路線がないため、折り返しこの電車に乗車しないといけません。発車時刻は13時28分です。車内はガラガラ。石山寺駅を発車。わずか6分で駅を離れます。さようなら。そしてものの4分で下車駅です。降りたのは京阪石山駅です。エスカレーターを上ります。改札通過。最初で最後の琵琶湖1日観光チケットでの改札通過。駅前に青い広場があります。さて次は JR 線。JR 線は攻略対象ではありませんが、別に乗ってはいけないというルールはないので容赦なく使っていきます。改札通過。1、2番乗り場のホームに向かいます。階段を降りましょう。電車がやってきました。石山駅を13時38分に発車する普通列車の加古川行きです。石山駅を発車、京都府に戻ります。さてここで昼食をとりましょう。レースブレッドのレーズン味とビル飯のプロテインおにぎりです。通常は温めて食べるのですが、
こうやって外で食べるのも十分可能です。美味しいですよ。レーズンパンは食パンが2枚入っています。素手でパンをつかまなくて良いので衛生的。ということで無事に食べきりました。ごちそうさまでした。さあ、昼ご飯を食べている間に京都府に戻ってきました。京都駅に到着です。ここで下車します。階段を上りましょう。京都駅は駅名の通り京都府の中心駅なので人でいっぱいですね。さすがといったところでしょうか。0番乗り場にホット7000系が止まっています。この動画撮影時はまだ昼間にスーパーハクトが京都駅まで乗り入れていました。改札を通過します。改札外も人でいっぱいですね。そして次は地下鉄烏丸線を利用します。ちょうどよく電車がやってきてくれました。京都駅を13時58分に発車する国際会館行きです。京都駅を発車。はい、わずか3分で下車です。四条駅です。改札を通過。四条駅も人です。京都市の中心地なので当然ですね。さあ皆さんお待たせしました。いよいよ阪急線攻略を開始します。烏丸駅の改札を通過。皆様、まもなく京都河原町行きの電車が到着します。危険ですので、黄色い電磁ブロックの内側にお下がりください。ご乗車の際、足元にご注意ください。阪急電車といえばこの抹茶っちゃーな電車ですね。まずは烏丸駅を14時5分に発車する準急に乗車します。烏丸駅を発車。わずか2分で阪急京都線の始発駅京都河原町駅に到着です。そしてホーム反対側のこちらの電車に乗車します。阪急京都線の看板列車特急の大阪梅田行きです。フリー切符で入場しているので改札を通過する必要はありません。京都河原町駅の発車時刻は14時10分です。京都河原町駅を発車。烏丸駅に戻ってきました。ここからがこの列車での攻略区間です。さあ地下区間を抜けて地上に上がってきました。地上区間では時速100キロ超えの走行をします。さて阪急京都本線は京都河原町駅から十三駅までを結ぶ路線です。十三駅まで乗り入れた列車はほぼ全てそこから阪急宝塚線に入線し、大阪梅田駅まで直通します。神戸本線、宝塚本線に並ぶ阪急の基幹路線で京都と大阪を結ぶ都市間輸送路線であると同時に、中間の駅から両端の駅へ向かう通勤通学路線でもあります。そのため非常に輸送効率の高い路線であることは容易に想像がつくでしょう。列車はほどなく桂川を横断します。この川は宇治川と合流して淀川になります。目的地に到着。降り立ったのは桂駅です。階段を下ります。人が全くいませんね。マイナーな乗り換え経路だからでしょうか。1号線にやってきました。さあもう電車に乗車しています。信号が切り替わったので扉が閉まります。桂駅を14時30分定刻で出発。分岐器を直進して阪急嵐山線に入線します。さて阪急嵐山線は桂駅から嵐山駅までを結ぶ路線です。沿線に嵐山などの観光地を有し、行楽客でにぎわっています。チャレンジ当日も乗客多数で混雑しているため、撮れるアングルが限られています。列車は上桂駅に到着。単線の路線のため途中の駅で列車同士の行き違いを行います。
上桂駅で大多数が下車、一気に空きました。そして列車は桂駅から7分で終点の嵐山駅に到着です。ホーム上に結構人がいます。嵐山駅に無事到着。駅名標を記念撮影。これで阪急嵐山線を全線完乗しました。阪急線の中で最初の制覇路線です。さあ、そのまま折り返し、同じ列車で来た道を戻りましょう。ちいかわのヘッドマークとともに、嵐山駅を14時44分に発車する普通列車の桂行きです。信号が切り替わりました。進路開通です。嵐山駅を発車。桂駅まで戻ってきました。進行方向右側に桂車庫が見えます。阪急京都線系統の車両基地の一つです。桂駅に到着。阪急嵐山線の往復完了です。階段を下ります。さあ、再び阪急京都本線の攻略を行います。桂駅を14時58分に発車する特急の大阪梅田行きです。桂駅を発車。桂駅を出たらすぐに勾配を上ります。落西口駅周辺で連続立体交差事業が行われ、線路が高架化したからです。特急電車なので途中の駅を通過。長岡天神駅です。この駅には高架化の構想があります。駅の横は空き地ですね。ここら辺が高架化構想がある証拠です。長岡天神駅を出ると特急らしからぬ徐行運転を始めます。あまり速度が出ていないのは明らかにダイヤの都合ですね。信号は進行現時となっています。のんびり運転で JR 線と並走。対向列車が来ないかと思いましたが、結局来ませんでした。その JR 線の下をアンダーパス。大山崎駅通過。ここから東海道新幹線としばらく並走します。走行中に東海道新幹線の電車がやってきました。あちらの方が圧倒的に速いのであっさり抜かれます。さあ、先の信号が注意現時になりました。先行列車がすぐ近くにいるため徐行を強いられます。止まりそうな勢いをなんとか踏みとどまっております。その間に新大阪方面から新幹線がやってきました。速い、さすがである。さて、水瀬駅出発相当の信号が進行現時になりました。先行列車は神巻駅をすでに出発しています。さあ、列車は再びスピードを上げます。神巻駅通過後に東海道新幹線とお別れ。駅の手前でやっぱり徐行を強いられます。先行列車が発車して進路が開かないと入線できません。対比線の方には各駅停車が停車していますからね。ということで、阪急京都本線の中間地点である高槻市駅に到着しました。乗降が完了したらすぐに発車します。高槻市駅を発車。高槻市駅を発車したら高速運転が復活します。前を走る列車が準急列車のため、次の停車駅まで円滑に運転できます。さあ、列車は茨城市駅に到着です。ここでようやく先行の準急列車を追い越します。この茨城市駅も利用者が多いです。そのため上位の優等種別が続々当駅の停車駅になっていきました。茨城市駅からは前方を遮る列車がしばらくいません。南茨城駅も華麗に通過。同時に大阪モノレールと近鉄自動車道の下をくぐります。小尺駅の手前では小尺車庫。小尺車庫は阪急電鉄最大の車庫であり、神戸本線や宝塚本線の電車も運用上の都合で入線することがあります。そして次に進行方向左側にも車庫が見えてきます。こちらは東吹田検車場で大阪メトロ堺筋線向けの車両基地です。堺筋線沿線に車両基地を作ることができなかったため、阪急線沿線に車庫があります。こういう車両基地は他に東急田園都市線の鷺沼や東武伊勢崎線の竹の塚にあります。さあ、間もなく淡路駅です。
淡路駅周辺では高架化工事が行われています。非常に規模が大きいため、2008年から工事が行われているにもかかわらず、未だに完成していません。さあ、第2場内信号は警戒信号。慎重に淡路駅に入線します。この淡路駅は阪急千里線とクロスするジャンクション駅です。淡路駅に到着。ここで下車します。そしてすぐにホーム反対側の天下茶屋行きに乗車します。特急電車の扉が閉まると同時に、こちらの列車の扉も閉まります。淡路駅を15時26分定刻で発車。乗ってきた特急列車と並走しながら阪急千里線に入線します。ここまでありがとうございました。さあ、建設中の高架橋の下をくぐります。撮影時は架橋する前の巨大な鉄橋が車窓から見えました。でかい、でかすぎる。さて、工事区間を抜けました。それと同時に淀川を横断します。この巨大な河川を渡るのも何度目ですかね。淀川を渡ると今度は高度をぐんぐん下げて地下区間に突入します。地下区間に入って最初の駅が下車駅です。ホームドアが整備されています。天神橋筋6丁目天禄に到着。ここから先は大阪メトロ堺筋線となり、攻略対象から外れるため下車する必要があります。到着すると同時に反対側の電車が止まっていたので飛び乗ります。天神橋筋6丁目駅を15時33分に発車する準急の京都河原町行きです。天神橋筋6丁目駅を発車、地上区間に戻ります。淀川をまた横断、今度は上流側を撮影します。奥にあるのが淀川大関ですね。さあ、京都本線とまた合流しました。下り本線と平面交差して淡路駅に到着します。ちなみにこちらが駅に入線している間にホーム反対側で特急が発車していきました。ダイヤ編成上仕方ないとはいえ、目の前で走り去られると不便感を感じてしまいます。淡路駅から京都河原町方面はすでに攻略済みのため、ここで下車。淡路駅で北千里方面の列車を待ちたいと思います。先に来たのは阪急京都本線の観光列車、快速特急京都レインです。準急列車と接続します。ちなみにこちらはちいかわのラッピングがされています。快速特急の方が先に発車。そして快速特急発車から約1分で準急が発車します。ちいかわのラッピングをしていたためか、写真撮影されている方がたくさんいらっしゃいました。さて、天下茶屋方面から列車が1本やってきました。1本後の列車でも十分間に合いましたね。そして北千里行きの列車が到着しました。淡路駅を15時46分に発車する普通列車の北千里行きです。淡路駅を発車、京都河原町方面行きの列車と並走します。そしてじわりじわりと離れていく。あちらは高槻市駅まで行きますが、こちらは北千里駅へ向かいます。さて、淡路駅の北千里方も当然工事を行っています。神崎川に架かる橋も高架化によって新調される予定です。それなりに進んで山田駅に到着。
ここで大阪モノレールと乗り換えできます。乗客がどっと降りていきました。山田駅を発車、上を走る2本のコンクリート線が大阪モノレールです。さあ終点の北千里駅です。車両運用の都合もあるのか、もう1本の発着線にも電車が止まっています。北千里駅に到着。これで阪急千里線を全線完乗しました。阪急線では2路線目の制覇路線です。北千里駅の駅名表を撮影。次の電車に乗るには階段を上り下りして反対側のホームに行く必要があります。はい、ということで間に合いました。北千里駅を16時12分に発車する普通列車の天下茶屋行きです。北千里駅を発車。わずか8分で北千里駅を去ります。さようなら。はい、ということで淡路駅まで戻ってきました。乗ってきた列車が大阪梅田駅に行かないため乗り換える必要があります。淡路駅を16時31分に発車する普通列車の大阪梅田駅です。そして十三駅に到着です。これで阪急京都本線を全線完乗。京都本線系統を全路線制覇しました。全線環状のルール上、ここからは阪急宝塚本線扱いになります。さて十三駅を出ると淀川を横断します。最終的に何回この川を横断することになるでしょうか。高い建物が立ち並んでいます。阪急最大のターミナル、大阪梅田駅に到着です。列車から下車しました。ここでまた改札を出ず、阪急線の攻略を継続します。次に乗車するのはこちら、大阪梅田駅を16時50分に発車する急行の宝塚行きです。京都本線と神戸本線の主力列車が特急であるのに対し、宝塚本線は急行が主力列車となっています。さあ発車時刻となりましたので扉が閉まります。大阪梅田駅を発車。京都線系統の次は宝塚線系統の攻略を行います。さて発車してすぐに神戸線の特急と並走します。反対側を見ると京都線の特急とも並走。阪急線は日中時間帯で優等列車の発車間隔を10分間隔で揃えているため、このように3列車が同時に並走する光景が10分に1回見ることができます。淀川横断時もずっと並走といっても線形の都合で京都線の方が早いようです。そしてそのまま十三駅に到着です。十三駅からがこの列車で乗り潰す区間です。さて宝塚線を順調に航行しています。列車は曽根駅を通過しました。この駅で先行の普通列車を追い越すことが可能です。ちなみにこの駅から分岐して伊丹空港まで至る新線を建設する構想があります。列車は十三駅から何駅も通過して豊中駅に到着です。豊中駅の駅名表を撮影。そして発車。ここから急行は各駅に停車します。豊中駅を出てしばらくすると大阪モノレールと交差。列車は石橋阪大前駅に到着です。急行電車はここで下車します。当駅から宝塚本線とは別の路線が分岐しています。階段を降りましょう。そして階段を上ります。さすが阪急線は利用者が多いですね。さあ石橋阪大前駅からは阪急箕面線が伸びています。阪急箕面線は普通列車が行ったり来たりするだけ。石橋阪大前駅を17時8分に発車する箕面行きです。ちいかわのヘッドマークがついています。せっかくなので先頭に行きましょう。石橋阪大前駅を発車。
わずか4キロの枝線を往復します。4キロしかありませんが、立派に伏線が敷かれています。はい、ということでわずか7分で終点に到着です。シーサスクロッシングで転線。箕面駅は2面2線の駅。1号線のみ両側がホームに挟まれています。終点の箕面駅に無事到着。これで阪急箕面線を全線環状しました。阪急線を4路線全線環状です。ここまで連れてきてくれた電車に感謝を込めて記念撮影。しかしこの電車にまた乗車し、来た道を戻ります。箕面駅の発車時刻は17時17分です。箕面駅を発車。さらば箕面駅。わずか2分で退場です。さて、石橋阪大前方面の車内。夕方なのに大阪都心部に向かう電車でこれだけ混雑しています。どういう需要があるのでしょうか。さあ、石橋阪大前駅に戻ってきました。分岐器を分岐側に通過。往路と同じ5号線に入線します。車止めギリギリに停車。石橋阪大前駅に無事到着。これで箕面線往復完了です。さあ、宝塚本線に戻りましょう。階段を上ると同時に次に乗る電車がやってきました。石橋阪大前駅を17時26分に発車する急行の宝塚行きです。すぐさま電車の扉が閉まります。石橋阪大前駅を発車。宝塚本線の攻略再開です。さあ、列車は稲川を横断します。川西野瀬口駅に到着。野瀬電鉄線に乗り換え可能です。向こうに野瀬電鉄線の電車が止まっていますね。川西野瀬口駅の駅名表を撮影。野瀬電鉄線は攻略対象ではないので乗り換えません。川西野瀬口駅を発車。発車後すぐに対向の急行列車と行き違います。さて、川西野瀬口駅の次の駅も主要駅です。場内信号が注意現示。ひばりが丘花屋敷駅に到着です。ひばりが丘花屋敷駅から先も宝塚本線は続いています。次は目布神社です。目布神社駅や清志工人駅は阪急線内の難読駅名としてよく話題に上がるのではないでしょうか。さあ、終点の宝塚駅です。宝塚駅に無事到着。これで宝塚本線を全線環状しました。京都線系統に続き宝塚線系統についても全路線制覇しました。残っているのは神戸線系統のみ。まずは阪急今津線から攻略します。宝塚駅を17時46分に発車する普通列車の西宮北口行きです。車内はなかなか混雑しています。宝塚駅を発車。ホームを挟んで反対側に待っているというのは便利で良かったですね。宝塚駅を発車してすぐに宝塚本線と分かれます。列車は順調に運行。西宮北口駅に近づくほど車内が混雑していきました。そして宝塚駅から14分で終点に到着です。西宮北口駅に無事到着。今津線の途中駅ですが、ここで列車は終点となります。さらに今津駅に向かうためには別の列車に乗り換える必要があります。さて、ここが西宮北口駅、神戸線系統の中核となる駅であり、その分利用者が大変多いです。神戸線に乗り換え可能ですが、神戸線はまだ後回し。先に5号線の電車を利用します。電車がすでに到着していました。西宮北口駅を18時5分に発車する普通列車の今津行きです。乗り換えがスムーズなのは嬉しいですね。扉が閉まります。西宮北口駅を発車。
しばらくして JR 線をオーバーパスします。これで JR 線より南側へ、西宮北口駅からわずか3分で終点に到着です。今津駅に無事到着。これで阪急今津線を全線完乗しました。神戸線系統で最初の制覇路線です。そしてここで烏丸駅から続けてきた阪急線の乗り潰しを一旦中断します。改札通過。ここからは阪神線、残り未乗の2路線を攻略します。2分後の急行は、たった今今津駅に到着するところ、明らかに間に合わないので、次の電車を利用しましょう。とりあえず改札を通過します。ホームに上がるとちょうど電車が到着しました。今津駅を18時12分に発車する普通列車の大阪梅田行きです。すでに乗り潰した阪神本線で未乗の路線に乗り換えできる駅まで移動します。今津駅を発車、下り坂を一気に駆け下ります。ちなみに乗った電車は2022年製の最新車両5700系です。快適な車内で移動できるのはラッキーですね。さて線路が一本左へ分岐していきます。向こう側です。向こう側線ご利用の方はお乗り換えください。出口は左側です。向こう側です。向川駅に到着。乗り換え時間が短いので急ぎます。さらばジェットシルバー、快適でした。さあ乗り換え時間が短いので急ぎましょう。さあちょうど電車が発車します。改札通過。間に合いました。急いでよかったですね。18時29分発の向川団地前行きです。向川駅を発車。向川線は単線の路線です。途中の駅で行き違いがあります。対向の列車はトラッキー号ですね。さあわずか5分で終点の向川団地前駅です。ここまで連れてきてくれた電車を記念撮影。これで阪神向川線を全線完乗しました。残る阪神線の中で未乗の路線は難波線のみとなりました。そして折り返し向川駅へ帰還が、しかしここで痛恨のミス。フリー切符なくした。何してんねん。急いで電車に乗ろうとするからや。アホすぎる。で結局、ダメだ。結論言わせてくれ。フリー切符なくした。ちょっとタイムロスは痛いですが、フリー切符なしで行きたいと思います。向川団地からちょっと遅れますが、また攻略を再開したいと思います。よろしくお願いします。ちなみに改札の外にいますが、これはインターフォン越しで係員になくした旨を話したら音上で出してもらえた結果です。向川駅に中間改札があったおかげでしょうか。本当に申し訳ない。ここからはスイカで乗り潰します。辺りはすっかり暗くなってしまいましたね。もう泣き言言っても仕方ないので、とりあえず残りの路線を全部乗り潰してしまいましょう。さあ電車がやってきました。予定より30分遅れ、折り返し18時59分発の向川行きです。向川駅に到着。向川線往復完了です。乗ってきた電車は回送で引き上げ線に移動しました。奥の引き上げ線に停車。赤いランプが見えます。向川線はこれから列車の運行本数が減少するんでしょうね。10分間隔の時に来れたのがせめてもの救いでしょうか。さあ向川駅到着から4分で阪神本線の優等列車が到着です。向川駅を19時8分に発車する急行の大阪梅田行きです。目的地に到着。乗車が先に行われてすぐに降りられなかった。現
下車したのは尼崎駅です。ここで阪神難波線に乗り換えます。で、その乗り換えにあたって名物になるのがこれ。両側の扉が開いている普通電車を通ることで階段を使わずに別のホームに移動できます。そしてちょうど3番線に到着したのが尼崎駅を19時13分に発車する区間準急の大和西大寺行きです。尼崎駅を発車。進行方向右側に尼崎車庫が見えます。列車がたくさん止まっていて壮観です。列車は大物駅に到着。素早く扉が閉まります。大物駅を発車。電車は桜川駅に到着です。大阪難波駅より一駅手前ですが、ここで列車は長時間停車します。その理由はここで乗務員交代が行われるから。近鉄側のダイヤの都合で近鉄特急が当駅まで乗り入れるため、会社ごとの諸々の設備が当駅を境に切り替わります。そして桜川駅から一駅で目的地に到着です。大阪難波駅に無事到着。これで阪神難波線を全線完乗しました。そして同時に阪神線を全路線制覇しました。これで3社目の制覇。残りは阪急線のみとなります。大阪難波駅は大阪の南の中心地なので利用者が多いですね。ここで改札を通過して改札外に出ます。そしてすぐ左の別の改札があります。これを通過。難波には阪急線が乗り入れていないので、大阪メトロ御堂筋線で北上します。電車がやってきました。難波駅を19時41分に発車する新大阪行きです。車内はかなり混雑しています。ということで梅田駅で下車。阪急大阪梅田駅を目指します。さすが大阪の北の中心地、当然のごとく人だらけです。改札を通過。御堂筋線から阪急線までが長いので頑張って歩きましょう。はい、ということで改札に到着しました。ここが阪急大阪梅田駅の改札口です。改札も茶色いですね。次の電車は8号線から出発します。さあ、いよいよ神戸本線の攻略を開始します。大阪梅田駅を20時5分に発車する普通列車の神戸三宮行きです。特急列車には都合上乗車できません。乗車したのは7000系。リニューアル工事により LCD の案内表示器が設置されています。大阪梅田駅を発車。並走する電車はありませんね。寂しい。しかし夜の大阪の景色も悪くないものです。さあ、目的地に到着。なかなか混雑していました塚口駅です。この塚口駅には特急は停車しません。そのため普通電車に乗る必要があります。さあ、すでに3号線に電車が停車しています。普通、伊丹、塚口の文字。伊丹線の攻略を開始します。電車は伊丹駅を20時20分定刻で発車。同時に大阪梅田方面へ特急電車が高速通過していきました。そしてわずか6分で終点の伊丹駅に到着です。これで阪急伊丹線を全線完乗しました。チャレンジ旅クリアまであと3路線です。改札を通過します。フリー切符なら必要ないことをやらないといけない。面倒だ。電車には無事間に合いました。折り返し同じ列車で来た道を戻ります。伊丹駅を20時28分に発車する普通列車の塚口行きです。車内はそれなりに人が乗っています。箕面線といい今津線といい、逆方向の電車にも人が乗っているのはすごいですね。電車の扉が閉まります。伊丹駅を発車、塚口駅に戻ります。ちなみに伊丹駅は高架駅です。
塚口駅に到着。伊丹線の往復完了です。エスカレーターで上り下りします。逆方向ならこれをする必要はないんですけどね。電車はまだ来ていません。逆に大阪梅田方面行きの電車が発車していきました。そしてしばらくして列車が到着です。塚口駅を20時41分に発車する普通列車の神戸三宮行きです。塚口駅を発車。これで西宮北口駅へとはいかなかった。現在前方の踏切において踏切の異常を知らせる信号を確認したため安全確認を行っております。発車しばらくお待ちください。ということで向こうの総駅で足止め。待っていることしかできないので待ち続けます。大阪梅田方面行きの電車の運転士が安全確認を行っております。恐れ入りますが発車しばらくお待ちください。向こうの総駅を発車できないので扉も開いてしまいました。お待たせいたしました。踏切の安全確認取れましたため運転を再開いたします。電車の運転再開7分遅れです。西宮北口駅に到着。ここで下車します。さあ少しでも先を急ぐべく特急電車に乗車します。西宮北口駅を20時49分に発車予定だった新海地域です。西宮北口駅を発車。宿川駅に到着。阪急線を知っている人であればここで下車するのもわかるでしょう。階段を上り下りします。乗り換え客が多いですね。さあ紅葉線ホームにやってきました。電車は止まっていません。紅葉線は定時運転のためすでに駅を出発してしまったようですね。10分近く待ってようやく電車がやってきました。宿川駅を21時12分に発車する普通列車の紅葉園行きです。宿川駅を発車。そしてわずか4分で終点の紅葉園駅に到着しました。これで阪急紅葉線を全線完乗。チャレンジ旅成功まであと2路線です。改札通過。そして素早く反転します。また改札通過。到着後すぐ折り返してしまうので急いで乗りに行きましょう。紅葉園駅を21時18分に発車する宿川行きです。紅葉園駅を発車。帰りの電車には誰も乗っていませんね。さすがに阪急線といえど夜だと誰も乗っていないようです。紅葉線唯一の途中駅に到着。苦楽園口の駅名標を記念撮影。苦楽園口で乗車する人が何人かいました。しかし一番後ろの車両は乗務員も含めて自分以外誰も乗っていません。気兼ねなく撮影し放題ですね。やったぜ。しかし紅葉園駅から5分で宿川駅に到着です。楽園はそこまで長くなかった。ともかくこれで紅葉線の往復完了。神戸本線に戻ります。ちなみに今向こうに見えている特急電車は大阪梅田方面行きの電車です。急ぐ必要はないですね。階段を上り下りしましょう。次の電車はまだ西宮北口駅にも到着していません。余裕を持って間に合いました。宿川駅ではこれまで見てきた通り神戸本線と紅葉線が接続しています。紅葉線沿線には車両基地がないのですが、どうやって車両を送り込んでいるのかというと、神戸三宮方にある引き上げ線を介して車両を送り込んでいます。暗がりで分かりにくいですが、今目の前に見えているのがその引き上げ線です。さあ電車がやってきました。あとは新海地駅に行くだけ。少し遅れて到着です。宿川駅を21時28分に発車予定だった特急の新海地行きです。宿川駅を発車。
さて特急電車は速いです。遅れを取り戻さんと全力で走行します。しばらくすると進行方向左側で線路が4本合流。相変わらず暗くて分かりにくいですが、こちらは JR 神戸線です。朝お別れした路線が夜になって再び相まみえました。そして JR 三宮駅の脇を通過。ちょうど快速が停車していました。そして神戸三宮駅に到着です。これで阪急神戸本線を全線完乗しました。残る未乗路線はあと一つ、阪急神戸高速線だけです。この列車はその神戸高速線にそのまま直通します。神戸三宮駅を発車、最後の路線の攻略スタートです。と仰々しく言っていますが、それほど長い距離ではないのであっさり到着します。列車は高速神戸駅に到着しました。朝方に直通特急で訪れて以来、約15時間ぶりです。そして終点の新海地駅に無事到着です。これで阪急神戸高速線を無事全線完乗。阪急線を全路線制覇しました。そして阪急、阪神、京阪、山陽の4つの鉄道会社の鉄道路線を全線完乗することができました。イエーイ、やったぜ。ちなみに改札を経ずに神戸電鉄線に乗り換え可能ですが、今回は一旦改札を出たいと思います。しっかり味わうように改札をタッチ。はい、ということでいかがだったでしょうか。阪急、阪神、京阪、山陽の4つの鉄道会社の鉄道路線を全線完乗するチャレンジ旅でした。途中トラブルはあったものの、無事1日で全ての路線を乗り潰すことができました。山陽姫路駅を5時12分に発車して、新海地駅に21時46分頃に到着しましたので、合計所要時間は16時間34分となりました。まあ近鉄や名鉄、東武の1日全線環状旅と比べるとそこまでタイトな旅程ではありませんが、なかなか乗り応えのある旅と言えるのではないでしょうか。体力的にもそこまで厳しい工程ではないので、動画をご覧になっている皆様も挑戦してみることをお勧めします。楽しいですよ。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。